もうちさちゃんとしょわきちゃんでバチバチしちゃって、これ以上人が来たら収集がつかなくなる。家なしララチャンネル。おはいえなし。この動画は名著バージョン 2.8 琥珀の都への超責任務2章第12幕時の凍りついた街と幕愛瞳に輝く星々の光のネタバレありダラダラ感想動画です。幕愛最高。個人的になんですが、今回の幕愛とリナシータ編が完結したバージョン 2.7 の最強超責任務肩並びました。それぐらい激刺さりしましたが、流行る気持ちは置いといて、まずは第12幕の方から。こっちはもうあれしかないですよね。そう猫最高。さすが黒ゲームズ。会社で猫飼ってるだけあって猫の動きパーフェクトすぎて笑ってしまいました。例えばこちらのびービヨーンやるんよこれ。うちの世界一可愛いアメリカンショートヘアチョロマスキャットもね。この猫の動き自体は有名なモーションで、19世紀のイタリアの画家ピエール・ボナールが猫のこのビヨーンモーションを絵にするぐらい昔から人の心を掴んでは離さないやつなんですけど、それ以外にも例えばこのモーション、猫って綺麗好きなんで定期的に自分で体毛をペロペロして清潔に保つんですけど、頭とか直接舐められないから一旦お手手を舐めてそれを頭にコスコスするんですよね。やるんですよチョロマスキャットも。あとはこの猫がピョンって前に跳躍する時のモーションですね。わずかに重心を後ろに下げた後、脚力だけでピョンって前に飛んで前足から着地して、その着地点にピタッと静止する感じ、もうまんまですね。これさすがにモーションキャプチャーですよね。次どこの場面で猫が出てくるのか楽しみで、チサといい感じのシーンになるにつれ、猫はまだか猫はまだかと飢えながらプレイしてました。何ポンだうるせえ、時代は猫だ。猫猫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 ね。で12幕はというと、個人的には良くも悪くもいつもの名調だったなと思ってます。前回の幕愛でシャコンヌが出てきたのと同じく、今回も冒頭ショワキちゃんが出てきたのは嬉しかったですね。メインシナリオで一度登場したキャラが以降出てこなくなるっていうユーザーからの不満を汲んでくれてるように感じます。いやただいまって言えや。ただこれも前回の幕愛と同じように、基本的に過去キャラが出てきたのは冒頭だけで、以降は新キャラのチサとヒョウちゃんの101、相変わらずの完璧超人であるヒョウちゃんの加護のもと、共鳴者の階層を挟みつつフラクトシデスを大さじ1杯入れて力を合わせてポットでの残像をぶっ飛ばし、現地妻プラス1、めでたしめでたし1話完結。まあいつもの感じですよね。いや毎度のことながら映像美としては十分すぎるんだけど、罪深いからそれにも麻痺しつつある。許してほしい。私は以前の動画で言った通り、今ご紹介したような展開はもともと不満だったんですけど、それもリナシータ完結編をプレイするまでの話。完結編であんな最強エンタメを見せられた後だと、運営がそういうの作れちゃう人たちって私も分かってるので、分かった上で再びこれを配膳されると、もう運営としてはこういう水戸黄門的なテンプレを提供したいんだな、じゃあ私は名調では6週間に1回これを楽しめばいいんだなって開き直れちゃいました。そういう心の余裕を持ってプレイしてたのもあり、今回の12章にはすげえ最高っていう気持ちが湧くまでには至らないにせよ、不満を覚えることはありませんでした。で12章終わって次幕愛。前回の9円の幕愛が個人的な感想としては正直無味無臭すぎて、男キャラさすがに売るつもりなさすぎだろって思っちゃったのもあり、僕らで同じ感じのやるのかって正直期待値あんま高くない状態でプレイし始めました。そしたらまずは挨拶代わりのこれ。やん現地妻集めギャザリングワイブズ。うるせえ、地下ではこれをやるんだよ。外野の雑音を暴力でねじ伏せる圧倒的ギャルゲー展開、めちゃくちゃ良かったです。いやこういうコテコテの展開が個人的に好みっていうわけじゃなくて、まずそもそもこんなんなかったじゃん今まで名調に。テンプレから逸脱して予想を裏切ってきたってのがまずめっちゃ良かったですし、その裏切ってきた内容ってのも地下みたいなの作るんだったら徹底的にやりきらないとっていう黒ゲームスの意思を感じるというか、テーマがド直球で明確だったのもすごく好きでした。なんかいつもと違う。こっから流れが変わり話にのめり込み始めます。この辺アブの表情めっちゃ良くない？こうして改めて見るとアブめっちゃ可愛いやんけ。大丈夫、ナミポンには勝ってるから安心しろ。ミミミミなあ大丈夫、アブが一番だから頼むから、この後化け物にならないでね。反則素材を使うな。でこのシーンですよ。ショアキーパーさん、車掌カフェへようこそ。はい。最高。公式でこれやってくれるの
ひょうちゃんをめぐる現地妻たちのいがみ合い、公式から供給しちゃっていいんですか？めちゃくちゃテンション上がりました。ショアキーパーのここのくだり、別にちさちゃんへの当てつけのつもりなんかさらさらないと思うんですけど、読み手の私の性格が終わってるのか、ちょっとねっとりした感じが出て好きでした。今日ブラックショアにいるのはアンコ、ボクレイ、ショアキーパーの3人。なるほど。ということはここにアンコも来てくれるのかな。いやー、過去キャラがこうして和気あいあいとしてるのを見られるのは嬉しいな。もうめちゃくちゃだよ。ここに来たら一番面白そうな人来ちゃったよ。分かってんな、黒ゲームズ。アンコ椿じゃねえかという前振りからしてうますぎる。椿カットインのシーンが個人的に今回の MVP でした。あなたがチサだね。はじめまして。いやお前のせいだろ。何被害者ぶってんだよ。プレイ時間が3時間を超えました。うるせえ、やらせろ。この時にしか使わないであろう待機モーションを実装しているこだわりがすごい。私ここの血は喧嘩パートの何が好きって、やりすぎてないところがめっちゃ好きでした。ちょうどいきなり別の話するんですけど、私日本の代表的な RPG であるファイナルファンタジーが好きなんですが、ある記事でゲームメディアだったかな、 FF らしさとは何かっていう質問を FF の生みの親である坂口さんにしていて、坂口さんが透明感って答えたことに私めっちゃ共感したんです。なんかわかるんですよね。ドラクエにもテイルズにもペルソナにもなくて FF にあるもの、それは透明感。それ聞くまでは私 FF イコール革新性だと思ってたんですけど、いや言われてみれば確かに透明感だわって。で、私最近勉強のためにいろんなソシャゲや MMO に手出してるんですが、それらをやるにつれて私としては名称にも透明感っていう個性が当てはまるなと感じ始めています。で、こっからますます主観的抽象的な表現になってくんですけど、ギャルゲーよろしく現地妻集めてるって私の中ではなんとなく不透明度を高める営みなんですけど、名調ってそんななんか不純なっつったらあれだけど不透明度の高い営みをしてるのに、私の中ではなぜかしっかり透明感も伴ってて、そう感じるゲームってなんかめっちゃ珍しい。で、もしここのカフェでの血は喧嘩パートがあと5分10分長かったら多分合わなかったと思うんですよね。それやっちゃうと透明感が損なわれるっていうか、なんかそれはもう別のギャルゲー売りしてるソシャゲと同じだよねみたいな感覚。もし名調でそれやるにしても、その辺は X やらあとソラリスシーサイドストーリーやらそういう二次創作に任せればよくて、あくまで公式としてはなんていうのかな、透かした作りをし続けてほしいっていうのが透明度の高い作品に対する私の個人的な願望です。でもそうは言いつつ、共鳴者はひょうちゃんのことみんな大好きなんだから、こういうカフェに一堂に会したらそういうくだりが生まれるのもわかるし、むしろ生まれてほしいわ。その方が共鳴者が単なる舞台回しにならず、その世界でちゃんと生きてる感覚がするから。ということで今回挟まれた静電気ぐらいの塩梅が私にはすごく刺さりました。それにこういう展開ってホヨバゲだとあんまできないですしね。名調の強みっていうか個性を生かした展開でもあるなと思いました。ポジティブな感情で溢れていて、あとはファンサパートだって気抜いてたからなのか、ここ普通にうるっときました。編集中に今更気づいたんですが、第12幕外からひょうちゃんやチサを捉えるカットシーンが妙に多いんですよね。スミカちゃんが見てたってことなのかな。勝手にそう解釈してます。流れ星の下りはフローバの話と被ってちょっと不穏ですね。これだけでもう大満足だったんですが、極めつけは最後の引き。あれはスタート落ち学園。完璧やん。いやー、ちゃんと引きがあるよ。次のラハイロイも楽しみだ。これがあなたの追い求めていた答え。完璧やん。バージョン 3.0 に向けて短期的な引きと物語の根幹に関わってくるであろう長期的な引きが同時にぶち込まれるとは。ついに名調でも6週間後が待ちきれねーっていう状態にさせられるとは。待ちきれねー。てか次チサ同行してくれるの？完璧やん。いや、やっぱちょっと寂しいなって思ってたんですよ。列車組とかプロ騎士兄弟とかカウンターズとか、そういう物語を主人公と伴走してくれる存在が名調にもいるといいなって。でもどうなんだろう。一つそういう作品と明確に違うのが、ひょうちゃんがあまりにも最強の存在なので、これはこれで伴走させちゃうとその人ノイズになっちゃったりすんのかな。現時点ではよくわかんないんですけど、でも少なくとも言えるのは今までのテンプレと外れた動きになりそうで、それが嬉しい。最終的に当たり外れはあるかもですけど、一体どんな展開になっちゃうんだってワクワクさせてくれる時点で私はもう半分ぐらい満足してるので、総じて今回の幕開はほんと最高でした。いやー、バージョン 3.0 が楽しみすぎる。名調のメジャー
バージョンアップ初のリアタイ勢なので嬉しいです。私はあと何回名調始め時です動画を作ればいいんだろうか。皆さんの今回の超責任務の感想をぜひコメントで教えてください。宣伝、世界一シンプルなチサのスキル回し動画公開中。パワポとか数字とかいらん、ええ感じに回せるようになりたいだけなんやって方、これ見れば4分で回せるようになります。ぜひご活用ください。今後も名調はシナリオバトル両面から動画と配信両面でしゃぶり尽くします。一緒に楽しんでくれる方、チャンネル登録よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒。スタートーチ学園ドスケベおっぱい教師頼む。おつゆなし。